んこんにちは。前回に引き続き、折り亀さん代理の佐藤ささらです。今回は記念すべき第1回目、パラメータについてです。前回打ち込んだカエルの歌のプロジェクトは保存してありますか？何のことと思った方は前回の講座動画、第0回、準備しようを視聴してください。ではパラメータの説明に入ります。ボーカロイドのパラメータは全部で12種類。ベロシティ、ブライトネス、ダイナミクス、ポルタメントタイミング、ピッチベンドセンシティビティ、クリアネス、ブレッシュネス、オープニング、ジェンダーファクター、クロスシンセシス、ブロール。名前だけでは何が何だかわかりませんね。折り亀さんの使用例とともに順に説明していきます。ベロシティは滑舌をコントロールするパラメータです。この棒グラフのようなもので操作します。上げると子音が短く、下げると子音が長くなります。カエルの歌が聞こえてくるよ。使用例は主に、子音が N、J、M の時はベロシティを上げ、子音が K、S、TS の時は下げる。といった具合です。カエルの歌が聞こえてくるよ。例外はありますが、それは第4回、滑舌を良くしよう、で説明します。滑舌は奥が深いのです。ブライトネスは声の明るさをコントロールするパラメータです。声の張り具合のコントロール、と言ってもいいですね。上げると明るく張りのある声、下げると暗く優しい声となります。ゼロにしても声は聞こえます。カエルの歌が聞こえてくるよ。使用例は抑揚を書いたり、裏声を再現するときに使っています。カエルの歌が聞こえてくるよ。ダイナミクスは声量をコントロールするパラメータです。上げると大きな声、下げると小さな声になります。ゼロにすると全く声が聞こえなくなるので気をつけてください。それがブライトネスとの大きな違いです。また、微妙に性質も変化しています。カエルの歌が聞こえてくる。使用例は、主にブライトネスと併用して抑揚を書くのに使います。それにしか使いません。カエルの歌が聞こえてくるよ。ポルタメントタイミングは、ピッチ変化の速度をコントロールするパラメータです。上げると遅く、下げると速くなります。カエルの歌が聞こえてくるよ。使用例は、音符を上から下に下るときのピッチの変化速度を下げて、ちょっと可愛くするときに使います。まあ、音符分割した方がいいと思いますが、ニュアンスが音符分割と違います。音符分割については次回説明します。カエルの歌が聞こえてくるよ。ピッチベンドとピッチベンドセンシティビティは2つでセットです。ピッチベンドは名前の通りピッチの深さをコントロールします。上げると高く、下げると低くなります。ピッチベンドセンシティビティはその深さをコントロールします。ゼロにするとピッチベンドが効かなくなるので気をつけてください。カエルの歌がマックスで2オクターブまで変化させることができます。
使用例は、音符分割のさらなる表情付けや、音符分割では再現できないピッチ変化、エッジボイスの再現などです。カエルの歌が聞こえてくるよ。クリアネスは声の高音域をコントロールします。上げると声がはっきりします。上げすぎると耳に刺さる音になるので気をつけてください。カエルの歌が聞こえてくるよ。使用例は、声に張りを持たせたり、ささやき声をブライトネスと併用して作ります。カエルの歌が聞こえてくるよ。ブレシネスは声のハスキー度をコントロールします。上げると声がハスキーになります。カエルの歌が聞こえてくるよ。使用例は、フラワちゃんの場合、口述するグロウルを強化するのに使います。カエルの歌が聞こえてくるよ。オープニングは発音の明瞭さをコントロールします。上げるとはっきりと、下げると曖昧な発音になります。カエルの歌が聞こえてくるよ。使用例は、はっきりしすぎる発音を抑えるのに使います。フラワちゃんを調整する上では必須ですね。カエルの歌が聞こえてくるよ。ジェンダーファクターは声の幼さをコントロールします。上げると大人っぽく、下げると子供っぽくなります。カエルの歌が聞こえてくるよ。使用例は、フラワちゃんのような女性の場合、声を弱くするときには上げて、強くするときには下げるといった感じです。カエルの歌が聞こえてくるよ。クロスシンセシスは、フラワちゃんには必要ないので説明を省きます。ブロウルはうなり声、デスボイスを再現するのに使います。まさに彼女のためにあるようなパラメータです。カエルの歌が聞こえてくるよ。使用例は、うならせたい時に使用します。カエルの歌が聞こえてくるよ。以上11種類のパラメータを使ったカエルの歌がこちら。カエルの歌が聞こえてくるよ。すごいでしょ？ロックでしょ？かわいいでしょ？と、急に言われてもわからないと思うので、次回以降の講座でゆっくり説明します。ちなみに、折り亀流にパラメータを分類分けするとこんな感じです。長くなりましたが今回はここまでとします。次回は奥が深いかもしれない音符分割について説明します。
動画いいかも。とか、次回以降も見たいって人。高評価、コメント、よろしくお願いします。またね。